こんにちは、アンナスです。今日はヘアキャップっていうんですか、キャップですね。キャップしか書いてないユニクロのキャップを買ってきたので、なんか刺繍してみようと思います。私は被ってないんですけど、結構世の中の女性の方、これ被ってる方が結構多くて、おしゃれで可愛いなと思うんで、私もキャップデビューしたいと思って、ちょっと刺繍してみようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、では、これをユニクロの1990円 UV カットキャップツイルはね、よく私も刺繍で使ってるんで、多分刺しやすいというか刺せそうだなと思って買ってきました。で、だいたいこの辺にニューヨークヤンキース的ななんかこうイニシャルが入るっていうのがまあ定番だと思うんで、なんか文字を刺繍しようかなと思いました。で、何でもいいんですけど、なんか私はイニシャルが A、アンナなんで A なんですけど、だから A を刺繍しようかなと思います。これですね。このね、文字の刺繍の北欧フォントは結構取り出して1個だけ取り出してイニシャルとして成立しないものがいくつかあって、申し訳ないなと思いながら J とかね、ただの傘みたいにしか見えないんですけど、なんかこの全部を刺繍してとかいくつか刺繍して文字なんだなみたいな感じで見てもらえたら嬉しいなぐらいのレベルでやっているので、A はね多分これだけでやっても大丈夫だと思うんですけど、なんだろう、他の例えば K とかだと結構これおすすめなんですけど、アリスフォントの方がおすすめとか、その一つだけ取り出すんだったら別のね、これなんか木だしちょっとこうみたいなのもあるんで、もしくはこの蝶々フォントがおすすめです。もう初心者の方は蝶々フォント一択でおすすめすることが多いんですけどね、蝶々フォントついてても可愛いですね。ただなんか今日はちょっとこの A でやってみようかなと思います。猫の C が入っててもいいですね。自分のイニシャルじゃなくてもなんか可愛いモチーフだったら全然それでいいかなと思います。では図案を写します。で、今日もスマプリでチャコペーパーだと下がしっかりこう平らで硬いところで写さないと複写できないので、それ以外のものってだいたいもうスマプリになってきますね。はい、開けると A4 サイズが2枚入っているのでこれを使います。で、水性ペンで写します。なんかチャコペンで写している方もいらっしゃって、チャコペンでいいなと思ったんですけど、ルシアンさんのこのメーカーさんの推奨通りにちょっと水性ペンで写していこうかなと思います。このスマプリを図案の上に置いて、周り外側1センチずつぐらいちょっとこう開けておいて、でこれで写していきます。はい、これで写せたら3ミリで切ります。で、こんな感じでこう四方ちょっと余裕を持たせておいて、A だからちょうど真ん中に写せますね。スマプリって結構柔らかいので結構ね、スマプリ同士でくっついてしまうと剥がれにくいので気をつけて貼ってください。ちょうど中心が
もう決まっているので貼りやすいですね。これでそーっと貼ってもらって、もうちょい右にしたいです。なんかな、はい、結構難しかったですね。これでちょっともうここ端っこくっついたけど、まあそこはいいです。まあこんな感じで。じゃあこれで刺繍していきます。で、色はお花の色をこのオレンジにしてちょっと渋めで、あんま可愛い色にすると目立つので、なんかこう馴染む色合いにしようかなと思いました。で、まず最初、中の色もいるんですね。じゃあ中をこのちょっと濃いめのブルー2本取りで、周りのお花の色をこのオレンジにしようと思います。このまま刺せるかな。結構大変ですね。で、かぶった時ここだとちょっと下かな。もうちょい上がいいですね。ちょっと貼り直します。はい、無理やり刺繍枠をはめました。刺繍枠好きなんですよね。なくてもいいと思います。結構キャップに刺繍する人ってあんまり刺繍枠してないと思うんですけど、ちょっと並縫い難しいですね。玉留めで始めます。刺繍枠が好きなんです。刺繍枠あるとなんかこう安定する感じがするので好きなんですよね。で、丸の中身が硬いとこがありますね。やっぱここ硬いですね。真ん中に基準の1本を入れて左右を埋めて楕円の縦の丸を作ります。はい、丸ができたので裏に絡めます。映ってないですよね。裏に絡めます。裏の糸を表に響かないように2回ほど作って、これでハサミで切ります。で、次また2本取りでちょっとオレンジというかもうカーキ色みたいな色で、茶色っていうとちょっとあれですけど、番号は、ね、概要欄に書いてるのでそちらをご覧ください。続きをやるときは裏に絡めて、で、放射状に刺していきますね。で、放射状に刺すときはガイド線を入れるといいです。隣に基本的には刺すんですけど、それだとなんかこう辻褄が合わなくなってきて綺麗な放射ができなくなるので、こうやってガイド線1ブロック分ぐらい作っておいて、図案にもこういうなんかこうガイド線的なものが書いてあると思うんですけど、でこの中の間をまず埋める。でこの1ブロック埋まったらまた次のブロックを埋めていくみたいな感じで、埋めていきます。じゃあこれ3つ全部やっていきます。はい、丸ができました。で次に、茎と葉っぱみたいなのをやっていきます。続きをするときは裏の刺繍糸にぐちゃぐちゃっと2回ほど絡めて、で始めます。でアウトラインステッチはまず1目作ります。
で少し先に出して最初に作ったステッチをギュッと押して糸の下に刺します。半分重ねるステッチです。でまた同じことの繰り返しでちょっと先から出して半分重ねて糸を割らないで糸の下に刺す。これを繰り返します。で刺す方向は、今右をずっと刺してるので右にずっと刺していきます。右とか左とかいろいろ刺さないで一回決めた方向をずっと同じように刺していきます。でこれが終わったら、ここも葉っぱもカーブですねやっていきます。はい、これで下までいったら今度はここからここまで一気に取るとちょっと裏が糸が渡るので裏の糸をぐるぐるすくって、ちょっとでいいですね。でここは端からぐるっと半円やっていきます。でここの場合は一目作るとやっぱりここが直線になってしまうんですけど刺繍糸が下へはカーブがあるんで、外側にギュッとしたいので上から下にギュッと押して糸の下に刺します。このカーブの通りに刺していきます。はい、できました。いいかも自画自賛。結構あっさりとしてはいるけどでもちょっとお花のような可愛らしさもあって良いのでは。でスマプリは一応お水で消せるっていう製品なんですけどもちょっと水できっちり消さないと糊みたいに残ってしまうんで、溶かすの大変なんでこうやってちぎって捨てた方が早いんでとりあえずちぎります。で刺繍したところがこうプスプスミシン目のようになっているんで割とちぎりやすいです。もうちぎりにくいところはちぎらなくても水で溶かすといいと思います。なのでこんな感じで頑張ってちぎってちょっともう中は溶かしましょうかね。こんな感じになりました。いいかもしれない。これだとなんか別にジーパンじゃなくてもワンピースとか、みんなワンピースとかに合わせてるんですかね。なんかちょっとこうあんまりふわふわした服じゃないけど割とシンプルな黒のワンピースとかに合わせてる人とかね見ますけどそんな感じちょっと可愛い感じで着れるのかなと思います。ぜひ皆さんも結構刺繍してあるやつ多いんですけど刺繍してないやつを探してきて刺繍してみるといいと思います。ここをちょっとめくってやらないと一緒に縫っちゃうと大変なんでここだけ気をつけてやってください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。